Hi, it's Lily. Happy Friday. How are you today? 私の住んでいる地域は最近雨が多いです。皆さんの地域はどうですか？雨たくさん降っていますか？タイミング的にちょうどいいかなと思って今回の動画のテーマを雨にしたいと思います。雨降っている時、皆さん傘差しますよね。多くの日本人は家出る前、天気予報をチェックして雨降りそうでしたら傘を持って出かけます。でも日本の都会など外国人が多い場所に行くと雨の日でも傘をささないで歩いている外国人を時々見かけます。雨なのに Why? なんで？雨の日に傘をささない外国人に関してよくコメントや質問をいただきます。今回はなんで外国人が傘をささないかについて話していきたいと思います。今まで見てきたものや出会ってきた多くの方々の意見をもとにいくつかの傘をささない理由をご紹介したいと思います。今回はアメリカ人にフォーカスして話していきたいと思います。もちろんアメリカ人はみんなこうだとは言えませんし、雨が降ると必ず傘をさすアメリカ人もたくさんいると思います。でも今回は傘をささないアメリカ人の立場からいろいろ考えて話していきたいと思います。では早速傘ささない理由1つ目に行きましょう。Let's go! 実は雨が多い地域と少ない地域で傘ささない理由が全然違います。アメリカはとっても広くて雨がよく降る場所とそうでないところの差が非常に大きいので傘の文化は場所によって異なります。最初は雨の多い地域から話していきましょう。例えばアメリカのシアトルの方でしたら雨が非常に多いです。年間155日雨が降るそうです。そんなに雨が降るなら傘毎日使うよねと思うかもしれません。でも聞いた話ではシアトルの方で傘さすのは観光客だけらしいです。ほとんど毎日雨が降るのに傘ささないの？なんで？ Why? 理由は雨に慣れすぎているからだそうです。ロンドンなど多くのヨーロッパの町や国も同じみたいです。どういうことかというと、雨が多い場所は激しい雨ではなく、ほとんどの雨は軽い霧のような雨です。そういう地域に住むと傘を使わなくなるみたいです。軽い雨がずっと続いて降る感じなので慣れちゃって傘を使わないっていう人が多いみたいです。皆さんはいかがでしょう？こういう場所に住めば傘使わなくなると思いますか？では次、逆パターンを見ていきましょう。雨が普段降らない地域だったら久々の雨に傘を差すと思うかもしれません。実はアメリカではそうじゃないみたいです。例えば西海岸の LA や南カリフォルニアの方でしたら雨がほとんど降らないですし、降ったとしてもほんの少しみたいです。なので傘を必要とする人はほとんどいないです。普通に傘持ってない人がたくさんいるそうです。雨がほとんど降らない地域に住んでいる人にとっては雨はすごくいいものです。そういう地域に住んでいる人にとって雨は宝物で、ちょっと濡れても全然気にしない人が多いみたいです。場所によって雨に対する見方が全然違って面白いですね。I'm Singing in the Rain の最も有名なシーンご存知ですか？雨がほとんど降らない地域に住んでいる方々にとっては雨はこのように喜びのものじゃないでしょうか。恵みの雨のようなものかな。では日本の気候に似ている地域でしたらどうでしょう？毎日雨が降ったり普段雨が全然降らないっていうようなこの極端な地域以外の場所について話していきたいと思います。もちろんこのような中間の地域の場合、常に傘を車に入れてる人もいますし、雨が降り出すと
必ず傘を差すアメリカ人もたくさんいます。ただし中には雨が降っても傘を差さない人もたくさんいます。なぜ傘差さないの？傘あるのに差さない理由、一つ目はアメリカは車社会だからです。都会などに住んでいる人で車持ってない人ももちろんいますが、基本的にアメリカ人はみんな車を持ち、どこに行っても車で行きます。16歳から車の免許も取れますし、若い時から車で過ごす時間が多いので、晴れでも雨でも車で移動ができればそんなに傘は必要じゃないみたいです。土砂降りの中、広い駐車場から店まで傘差すでしょうと思うかもしれません。服のフードをかぶったり、バッグとかエコバッグを頭の上にかぶせて店まで走ったり、傘ささないで行く人が結構多いです。基本的に傘ささない人は本当に傘ささないですよね。でもなんで？傘そんなに重くないし使っちゃえばいいじゃんって思うかもしれません。次の傘ささない理由でお答えします。傘あるのにささない2つ目の理由はめんどくさいからです。どんなに小さな折りたたみ傘でもやっぱりめんどくさいと感じる人が多いです。日本のお店のように傘立てもありません。あるとしても傘盗まれる可能性があるので、どっちみち買い物中などずっと傘を持ってなきゃいけないです。片手がずっと傘で塞がるので、それが嫌と感じる人が多く傘を使わないわけです。傘差したくないけど雨にも濡れたくないという人はカッパやパーカーを着たりします。基本的にアメリカの女性は日傘も差さないので、やっぱり日本とのこの傘文化は全然違います。ではストーリータイムです。20歳ぐらいの時にたまたまアメリカに行き、アメリカの友達の家に泊まることになりました。天気が悪かったが雨の中散歩することになりました。傘持っていかなかったので、傘借りていい？と聞いたら、ごめん、多分ないと言われました。傘の代わりに厚めのフーディーを着て散歩に行くことになりました。散歩から帰ってきた頃は結構濡れていたのでフーディーを選択しました。若い子でもともとそういうの気にしない子だったから傘がなかったかもしれませんが、日本育ちの私にとってはかなりカルチャーショックでしたね。傘ないの？とびっくりしましたね。今でもよく覚えています。日本では考えられないですよね。きっと日本でしたら傘を持ってないっていう人はほとんどいないと思います。先ほど話した理由は多分アメリカ人が傘を差さないメインの理由だと思います。でも他にもいろんな理由があるかもしれません。皆さんがこの動画を見ながら他の理由を思いついたかもしれません。他の理由思いついたらぜひぜひコメントの方で教えてください。最後にリリーの傘事情について話しましょう。やっぱり日本で過ごしてきた時間が長いので日本人と全然変わりません。雨の日は必ず傘かカッパを使います。子供の頃何回か雨の中ではしゃいで遊んだりしてる記憶はあるんですけど、大人になるにつれどんどん雨を避けることが増えましたね。I'm singing in the rain のようなこともしません。やっぱり雨に濡れないようにはしてます。そんな感じです。皆さんはいかがでしょう？ Do you use an umbrella when it's raining? Do you use an umbrella when it's raining? Or do you prefer a raincoat? Or do you prefer a raincoat? ぜひぜひコメントの方で皆さんの経験や意見についてお聞かせください。これからどんどん暑くなるので熱中症に気をつけていきましょう。Make sure to stay cool and drink enough water every day. ではまた次回の動画でお会いしましょう。楽しみにしてます。Have a nice day. Goodbye.